皆さんこんにちは、わたたびです。今回は鳥取県東部にある神秘的な穴場の絶景を巡りたいと思います。鳥取駅から1時間ほどで行ける場所を探っていきます。まず最初に向かうのは鳥取県八頭郡若狭町。民家の横にあるとは思えない秘境スポット権現の滝を目指します。鳥取県には一体どんな景色が待っているのか楽しみです。すごいのどかな道やな。すごいな。もう着きますね。はい、一応ね、こちらが、駐車場になります。はい、到着しました。こちらのね、神社のこの細い道のね、先に滝への入り口があるんですけど、今ね、こちらに住んでる方に、ここに止めていいよって言われたんで、車を止めさせていただきました。この若狭観光協会によると、こちらに止めていいとのことでした。で、こちらに滝があるんで、向かっていきます。この細道を行くのがね、なんか穴場感がありますね。おじいちゃんが、この先まっすぐ行くと看板が出てくるんで、その看板の指す方に行ったら滝はあるとおっしゃってました。ありました。あの看板ですね。こちらの看板ですね。権現の滝。この民家みたいなところを通っていきます。穴場感がありますね。細道の感じがいいですね。もう川の流れる音が聞こえてきました。ここからね、ちゃんと道が整備されています。これのことかな。滝のようなものはありましたけど、これのことかな。いや、すごっ。何これ。ですね、この橋怖いな。はい。めちゃくちゃ下まで、続いていってます。4段ぐらいの滝になってるんですかね。ちょっと上からじゃ確認できないんですけど、こちらにも、渓谷が続いてます。やはりこの滝のことですね。下まで降りれるみたいです。うわ、すごっ。一応ね、観光地みたいなんですけど、あまり知られていない滝ですね。これを下まで降りていくのは結構大変そうですね。こっちか。今、道なりに来てます。で、一応うっすらね、これ一応道っぽくはなってますんで、合ってると思います。もうすぐそこはね、民家とかあります。倒壊してしまってますけど、こっちのようです。よいしょ。で、こうですね。いや、これ帰りしんどそうやな。もう川のね、すぐそばまで降りてきました。涼しい、こっから川のそばなんでめちゃくちゃ涼しいですね。よし、こっから川を登っていくんだと思うんですけど、なんか遊歩道っぽくなってますね。遊歩道ではないのかもしれませんけど、一応ね、川の横が歩けるようになってます。こちらはね、なんか
半倒壊してますね。ちょっと家の中が見えちゃうほど、崩れてしまってます。うわ、涼しい。はい、こんな感じで歩けるようになってます。で、川の水がまたこれ綺麗なんですね。いや、こっち、お、すごいすごい。うわ、すごっ。何ここ。いや、これは穴場すぎるでしょ。鳥肌が立つぐらいすごいです。あ、あれですね。うわ、すごっ。はい、こちらですね。はい、滝のねすぐ近くまで来ました。めちゃくちゃ神秘的です。周りはですねこんな感じで浸食によってできたんですかね。滝もね素晴らしいんですけど、この囲まれた岩壁に迫力を感じます。何千万年、いやもう何億年も前からねこう時間をかけて作り上げた自然の絶景だと思います。はい、それではね車の方に戻ります。いやーすごかったですね。今は、住まれてないとは思うんですけど、あそこにある家はねこの絶景の中暮らしてたんですね。すご、多分家からねこっちの滝見えるんじゃないですかね。ただ増水した時はもうめちゃくちゃ恐怖でしょうね。この辺りもですねなんか歴史のありそうな建物がたくさん並んでます。よし、まもなく駐車場ですね。いやこんな民家の中にねあんなすごい空間があるとは思いもしませんね。いや本当にすごかったです。戻ってきました。すごくね神秘的な場所でしたね。皆さんもよかったらね来てみてください。きっとね感動すると思います。
充電券があるんや、こんなとこに。宿場町やん。知らんかった。これが充電券なのかな。思ったほど街並みは残ってないね。確かにレトロな感じはあるけど、宿場町の面影はあんまり残ってないって感じですね。ちょっとだけ道間違えてました。宿場町に見とれて、これですね。はい、こちらを左に曲がります。このまままっすぐ行くと若狭鬼ヶ城の跡地があるみたいですね。で、この左手に見える鳥居がおそらく、その江島神社の鳥居だと思います。左が若狭弁財天、左ですね。で、ここから先はね Google マップの、ストリートビューはないんで未知の世界となります。これが駐車場ですかね。さっきの道がずっと道なりに来て、ここが林道西谷線っていうんですかね。それの、終点になります。はい、こちらの方に止めて、参拝の方に行きたいと思います。こちらが参道の入り口なんですけど、こちらにね、駐車場のような、広場があったんで車を止めてきました。なんか木に書かれてますね。日本海テレビふるさと百景放映記念。こちらの木にも何か書かれてます。信仰心が強いのか、それとも神聖な場所なんでしょうね。この鳥居の先からですね、トレッキングコースになるみたいです。現在地がこちらですね。で、なんか今通行止めみたいなんですけど、弁天山のコースと三倉富士っていうんですかね、読み方間違ってたらすいませんっていうコースがあるみたいです。あとは滝巡りもできるみたいですね。で、今回行きたいのはこちら若狭弁財天っていう場所に行きたいんで、現在地からめちゃくちゃ近いです。15分とかで行きそうな感じですね。で、今回はねここまでしか行きませんけど、興味がある方はねこっちのね、ブナ林とか、原生林を見てみたらいかがでしょうか。こちらにはね100年杉とか風穴岩っていうのがあるみたいです。日本海から結構離れてるんですけど、この日本海をね眺望できるみたいです。標高1000メートルなんで、日本海が見えてもおかしくない、標高の高さだと思います。それではね、早速向かっていきたいと思います。鳥居をくぐった瞬間ね、すごくね風があります。で、左側にはね川が流れてます。はい、なんか霊場みたいにですね、お地蔵様がいくつもありますね。車で来る途中も、何体か見かけました。橋が出てきました。赤い橋がね、この自然と調和してすごくね神秘的な空間を醸し出してます。これが滑滝ですかね。はい、その横には、祠のようなものがあります。
すごく大きな岩です。こちらにもお地蔵様がいますね。すごいな。また橋が現れました。こちらは弁天橋っていう橋みたいです。これだけね、苔むしてすごく緑が入る場所なんで、雨が降った後はもうキラキラして綺麗なんでしょうね。はい、こちらが弁天橋ですね。綺麗な川ですね。で、階段はまだまだ続きます。近いといえど、こういうような道が続くんで、結構しんどいですね。駐車場には車がなかったんで、登山とか参拝者は、いないと思います。よいしょ。まだまだ続きます。でもなんか建物が見えましたね。あれがそうであれば、あとちょっとですね。これはなんだ。なんかロッジみたいな建物ですね。狛犬が現れました。この先が神社なんでしょうか。近寄りがたい雰囲気が漂ってます。よいしょ。いやー、すごく歴史のありそうなこの柱ですね。少しね、怖い雰囲気なのかなと思ったんですけど、すごく居心地のいい場所ですね。このカメラのレンズが割れててね、少し反射して映ったりしますけど、ご了承ください。よいしょ。この建物の先が本殿みたいですね。はい、ありました。こんな山奥にこんな立派なね、本殿が建ってます。さっきの駐車場あたりからこの大きな木材をね、担いでここまで運んだんだと思います。いや、奥にあるのが本殿でしたね。こちら一応休憩とかできるみたいです。その昔はですね、金色のカエルとか白蛇とかここに現れたそうです。こちらにはね、蛇がたくさん祀られてます。本殿のね、両サイドにはカエルが祀られてます。でこちらのね、本殿の真後ろにですね、ご神体の大きな岩が祀られてます。草履を抱いてですね、大きな岩の周りを回ってから互いの草履に願いを書いて奉納すると恋愛が成就すると言われています。本当に大きな岩です。せっかくなんで、回ってみます。あちらにも祠があります。岩の後ろにもですね、かなり太い、杉の木ですかね。こちらもご神木になるんでしょうか。びっくりした。自分の胸にセミが飛んできました。セミというより日暮らしですね。こっから見てもやっぱりね、迫力のある景色です。祠のような場所に来たんですけど、ここで道が終わってますね。滝巡りとかトレッキングコースはどこにあったんでしょうか。気づかなかっただけなんですかね。はい、それではね、駐車場の方に戻りたいと思います。はい、
戻ってきました。行きはですね、撮影しながら登ってたんで、どれぐらいかかったかちょっと分かってないんですけど、帰りがね、5分ぐらいで帰れたんで、10分ぐらいですね。弁財天の先にまだこうルートがあるみたいなんですけど、見渡す限りね、道はなかったんですけどね、どこにあったんでしょうか。で、ちなみにこっちのルートはこの道ですね。この道を、登っていくっていうような感じなんですけど、険しそうなルートです。結構体力が必要かもしれません。この時間にお客さんがいないってことは、もう普段からここの山を登る人はあまりいてないのかもしれません。で、今回は江島神社までしか行かなかったんですけど、あの先は熊が出るかもしれないんで、熊対策も必要かもしれません。ではね、次の目的地に向かいます。こちらは電波はないんでね、なので一回ね、町の方に出ます。入り口の方まで戻ってきました。この辺はね、電波が入ります。なのでこの辺りからナビを設定して次の目的地に向かいます。もうちょっとで、着きますね。すっごい古い建物がある。あれ学校かな。元郵便局とか学校とか、そんな建物。いつの時代の建物やろ。駐車場。ここ、これじゃん。これか。これか。はい、到着しました。こちらはですね、不動院岩屋堂っていう場所ですね。この距離でもね、すごく迫力のある建物です。すごいね。岩屋堂神社橋っていう橋ですね。はい、それでは早速見てみます。こちらにも岩窟の下にお堂が建てられてますね。はい、こんな感じです。いやー、立派ですね。これはまたすごい。日本三大投げ入れ堂ってあるんですけど、実はね、鳥取県には2つあります。まずはね、大分県の龍岩寺ですね。で、もう一つは一番有名な鳥取県の三笹町にある三徳山の三仏寺投げ入れ堂ですね。で、もう一つがこちら、不動院岩屋堂なんですね。鳥取県にはね、日本三大投げ入れ堂が2つもあります。さらにですね、ご本尊の不動明王は空海が33歳の時に彫刻したとされ、東京にある目黒不動と赤不動とともに日本三大不動明王と言われてます。なので歴史としても建物としてもすごく価値のある場所です。もちろんこちらはですね、昭和28年に国の重要文化財に指定されてます。こちらの建物はですね、約600年前に建立されたと言われていて、羽柴秀吉が鳥取城を攻める際にこの付近を焼き払ったんですが、この岩屋堂だけ焼け残ったと言われてます。で、こちらの岩窟なんですが、間口が約7メートルで高さが13メートルで奥行きが10メートルです。正面とね、側面ともに、3間の前方が入りもや造りの屋根で、後方は切妻造りの屋根になってます。残念ながらね、中には入ることはできず、ここからね、見ることしかできません。あそこから景色を眺めてみたいですね。こちらは休憩室ですね。で、その奥が、公衆トイレです。で、こちらは
羅生門と書かれてるんですけど、扉は開いてませんでした。鍵がかかっています。開いてるんですかね。あ、開いてます。クーラーとか扇風機はないんで、この中はめちゃくちゃ暑いです。で、こちらミニチュアの岩井堂があります。こちらにはテレビがあるんですけど、このテレビは特に意味があるんでしょうか。今じゃね、見ることのないオリオンのブラウン管のテレビです。ここにね、リモコンがあるんで、これもしかしてコンセント挿したら光るんですかね。ちょっとやってみましょうか。よいしょ。お、すごい光った。面白い。これは何のリモコンですかね。これでね、いろいろ変えれるんですかね。特に操作はできないですね。いや、ここの電気光ってほしいですね。どうにか光ることはできないんでしょうか。こちらのライトなんですけど、このリモコンで操作できるんですけど、誰かがね、ずっとリモコンオンのままにしてたんで、もう電池がなくなってます。この中には単酸電池が入ってました。くそ。世の男性はこういうミニチュア模型とか好きなんじゃないですか。自分もね、作ったりとかコレクションすることはないんですけど、見るのはすごく好きですね。これ一回このカメラでリアル体験してみますか。よく見たらね、これ段ボールで作ってますね。すごい。階段とかも、あとこの柵とかもね、鳥居も段ボールですね。段ボールで作ったとは思えないほどのクオリティがあります。はい、ちゃんと電源抜いておきます。この先も見てみたいんですけど、これより先は入ったらダメみたいです。こんな感じです。こっち側は行けるみたいですね。はい、こんな感じです。岩が迫力ありますね。目の前に立ちはだかるようなこの大きな岩が。はい、こんな感じのね、投げ入れ堂でした。それでは次の目的地に向かいます。いや、こちらも川がめちゃくちゃ綺麗ですね。こちらのね、駐車場の前にはこれ富士ですね。すごい大きな富士で、そら豆みたいな実がなってます。触り心地が何とも言えません。なんか少量だったらね、食べても美味しいみたいです。でもね、毒素があるんで食べ過ぎるとどうなるか分かりません。次の目的地に向かいます。県道37号線です。だんだんとね、山道になってきました。なんかまっすぐ進むと姫路って書いてたんですけど、本当にこれ姫路につながってるんですかね。うわ、ここ熊出るやん。あらら。熊注意や。あららら。うわ、熊来た。すごいとこやな。これ、よいしょ。こちらですね、駐車場は。で、入り口はここで、お客さんはいないんか。
ちょっと気が引けるな。はい、今からね、滝を撮影しに行くんですけど、こちら機体登録不要のホバーエア X1 スマートからビーコン&ジョイスティックというねコントローラーが登場しましたので、今回はこちらのコントローラーを使用して撮影したいと思います。セット内容とかね使い方などは動画の最後にご紹介しますので、ぜひご覧ください。こちらはですね、大ヶ滝、出会いの滝、雲龍の滝があるみたいです。こっから、一番近い大ヶ滝までは約530メートルで30分かかるみたいです。で、大ヶ滝から出会いの滝までは150メートルで10分。で、出会いの滝から雲龍の滝まで450メートルの約20分なので、この3つの滝を見ようと思ったら片道1時間かかります。所要時間は2時間半から3時間ぐらいかかると思います。で、今回はね、単独行動なので、一番近い大ヶ滝に向かいたいと思います。あと150メートル進めばね、出会いの滝もあるんで、ちょっと考えてみます。で、こちらはね、キャッチ&リリース専用区で、キャッチ&リリースしないといけない区間となります。はい。で、こちらがね、入り口となるんですけれど、こちらはね、ツキノワグマ生息地となります。なので、クマ鈴と、クマスプレーを持って行きたいと思います。なので、こちらはね、クマ対策が必要な場所となります。はい。では、ちょっとクマ鈴が鳴りにくいんで、打ち替えます。今、入り口がすぐそこなんですけど、もう、一気にね、下っていくって感じですね。で、川をたどりながら滝を目指すんだと思います。よし。熊の爪痕ですね、これは。ここにね、たくさん熊の爪痕があります。いつの爪痕かはわかんないですけど、ここにね、確かに熊がいた証拠です。熊鈴がうるさいとはコメントで言われますけど、自分の命を守るものなので、ご了承ください。ルートはですね、こんな感じで道になっていってますんで、これを辿ってます。結構ね、見晴らしがいいんで、熊がいるかいないかはなんとなくね、確認できます。一応分かりやすいように、ピンクのね、テープがつけてくれてます。はい。まだね、1時半とか2時ぐらいなんですけど、なんか薄暗くなってきましたね。空はね、めちゃくちゃ晴れてます。結構ね、歩いてきたんですけど、こんな感じでね、蛇行しながら下っていってるんで、まだ谷底まで半分ぐらいですね。意外と時間がかかります。地図で確認してもらったらわかるんですけど、駐車場からこの滝まではね、ほんとすぐなんですよ。30分もかかるかいなっていうようなね、距離なんですけど、ぐねぐね行ってるとそれぐらいかかるのかもしれません。直線距離だったらね、もう2、3分で行きそうな距離です。はい。で、こっからね、生い茂ってきました。で、もう滝が見えてますね。はい。なので30分もかからないのかもしれないですね。はい。この周辺はですね、切り立った岩壁が続いてるんで、落石がかなり多いです。鋭利な形をしてます。薄っぺらい岩がたくさん、落ちてます。あれが剥がれ落ちてきてるんですね。見えてきました。こちらですね。うわ、すごい。恨みの滝かもしれませんね。もうちょっとです。滝壺まで見えました。よいしょ。はい、こちらですね。
すごい。しかも間近で見れます。風がすごい冷たい。すごい。こんな感じです。こっちはね、洞窟みたいになってますね。これも浸食でできたんでしょうか。結構離れたんですけど、もう広角レンズでも入りきらないですね。すごい。これはもう魚眼レンズがいります。これぐらいの落差から滝に打たれるとやっぱりまずいんですかね。滝のこちら側なんですけど、ものすごく、神秘的な空間となっています。ちょっとね行ってみます。なんとか渡れそうですね。はい。滝の裏側まで行けますね。うわ、すごい風です。迫力満点です。これ真裏まで行けますね。よし。はい、こっちもすごく神秘的ですね。はい、こんな感じですごくね巨大な空間となってます。あちらにですね不動明王ですかね、が祀られてますね。うわ、なんかすごい苔でねふかふかしてます。この辺はよいしょ。誰かお供え物してます。これを背負ってここまで持ってきたんでしょうか。かなり古い石像ですね。本当にね異世界に来たような感じです。時折ねドーンっていうすごい音がするんですけど、これは何の音なんでしょうね。入り口はねもうそこなんですけど、こうぐねぐねしながらね、降りてきて、でこの滝にたどり着くっていうような感じです。行きはね問題ないんですけど、帰りはちょっとしんどいかもしれません。はい、ということでね、こんなすごく神秘的な場所でした。皆さんもよかったらねぜひ訪れてみてください。よし、なんかあそこもね洞窟のような感じになってますね。でね、熊とかね出るような雰囲気ではなかったんですけど、出会いの滝とか、さらにその奥の雲龍の滝とかに行かれる方はですね、この先は本当に熊が出そうな感じですね。ちょっと道のりは長いですけど帰ります。はい、無事ね戻ってきました。帰りはなかなかしんどかったです。で帰りはね本当に30分くらいかかりました。行きはねおそらく30分もかからないと思います。その先にもね出会いの滝とか雲龍の滝とかありますんで、見てみたい方はぜひね熊に注意しながら、行ってみてください。はい、今回はですね、ホバーや X1 スマートからこちらの新しいビーコン&ジョイスティックというコントローラーが、登場しましたので、ご紹介したいと思います。で、先ほどねこちらのコントローラーを使用して、滝も撮影してきました。で、早速内容がですね、中身はこんな感じで、こちらビーコンでジョイスティックが2つついてます。で、こちらスティックですね。スティックとあとケーブルが3本とストラップ、説明書もついてます。こちらのマウントはですね、こんな感じでワンタッチで付けれるようになっていて、自転車とかに装着できるようになってます。で、こちらね、クリップですね。こちらもね同じようにワンタッチで装着することができます。はい、このクリップなんですけど、ビーコン自体がですね音声も録音できるので、リュックとかにねこうクリップでつけて、で喋りながら撮ることもできます。これ自体が重たいんで服に直接ねつけることはできないですね。リュックとかそういうのに装着して、使用するというような感じです。早速ねちょっと電源を入れてみます。はい、今こんな感じでね接続できました。今こちらのドローンと連動ができました。こちらのカメラがこちらに映ってるんで、こちらはねモニター代わりになります。ストップモーション撮影。こんな感じでこちらで設定することもできます。こ
こちらもね、簡単にワンタッチで、装着できます。で、何がすごいかっていうとね、片手でね、操作することができます。後で実際にご説明するんですけど、こちらのね、2つのスティックを使って、本格的なね、ドローンのコントローラーにもなります。一度ね、組み立ててみます。簡単に組み立てることができます。はい、これでね、コントローラーの完成です。接続が完了して、スマホがですね、モニターの代わりになってます。では、実際に撮影してみます。はい、まずはですね、こちらのコントローラーを使って飛行してみたいと思います。まずはね、飛ばします。今、ドローンがね、ホバリングしている状態なんですけど、こちらのリモコンの後ろのボタンを押しながら前に傾けるとドローンが前進してくれます。で、後ろのボタンを押しながらこのスティックを後ろに傾けると、はい、こんな感じでね、後ろに下がることができます。同じように後ろのボタンを押して、左に傾けるとドローンも左に傾きます。後ろのボタンを離すとね、止まります。で、同じように後ろのボタンを押しながら右に傾けるとこんな感じで、右に動いてくれます。で、こちらのスティックで、この旋回することができます。っていうような感じでですね、直感的な操作が可能になりました。今までね、滑らかな映像を撮るのが難しかったんですけど、これで簡単に滑らかな操作をすることができます。はい。今度はマニュアル操作なんですけど、操作はね、非常に簡単です。こちらのスティックを前に押すと前進します。で、スティックを下に下げると後ろに下がります。で、こちらのスティックは上昇ですね。上昇と下降することができます。で、この右のスティックと左のスティックをうまく使いながらですね、滑らかな操作をすることができます。で、こちらのダイヤルを回すとこんな感じでカメラのね、角度を変えることができます。なんで、もうほんとこのコントローラーだけで自由にね、撮影することができます。こんな感じでですね、ドローンの操作方法は一般的なドローンと同じ操作の仕方です。なので、ドローンを使用したことがある人は、簡単に操作することができます。もちろんね、初めて飛ばす人でも、慣れれば簡単に飛ばすことができます。さっきの滝をね、こちらのビーコン&ジョイスティックで撮影してきましたんで、ご覧ください。こちらのね、スティック1本だけでも自由自在にね、飛ばすことができて、本当にね、これはすごいと思いました。このドローンでの最大の魅力だったこの追跡機能だったんですけど、この追跡以外でも使用の幅が広がりました。コントローラーの方ではね、本格的なドローンと同じような映像が撮れるんですけど、こちらだとアクティブな動きの映像を撮ることができます。
こちらでも簡単に操作はできるんですけど、自分はね普通のドローンの撮影に慣れてるんで、コントローラーでやった方が撮影しやすいです。機体登録が不要のドローンでは最大の機能が備わっていると思います。概要欄の方にもですねリンクを載せていますので、ぜひ概要欄の方もご確認ください。はい、こんな感じですかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい、それではね帰ります。暑いね。